ということで泊まったのはこの宿サイゲストハウスというところ、今から出発します。これから以前も経由したシリグリに向かうわけなんですけど、ここからねジープで行こうと思ったらね、みんなね止めるんですよね。現地のねホテルの人とかもジープはやめてバスで行った方がいいよって言って、なのでね昨日オンラインでバスのチケットゲットしたんで、これからバスターミナルまで行きます。ただねバスターミナルは結構離れてるんですよ。なのでタクシーで行きたいな。なんか乗り合いタクシーが30か50で行けるらしいんで、それで行こうと思います。いやにしても昨日もねずっと雨でした。今日はね朝止んでるけど。ということでここがバスターミナルの SNT、 乗り合いタクシーで30で来れました。でこのガントクを出ることによってインド北東部のね旅行は終わりになるんですけれども、それだけではなくて今日ねもうインドを出国する予定です。ということで今日は国境越えです。これがシリグリ行きのバスらしい。出発。ということでシリグリに到着。ここからねネパールの国境まで向かいます。ちょっと国境行きのバスがよくわかんない。みんな違うことを言う。ここ行けって言うから来たらここじゃないって言われたり、いや国境行きのバスが見つからない。みんなオートに連れて行こうとするんだよね。でもオートはめっちゃ高い。なんかこの辺で待ってればバスが来るって言ってんだけど本当かな。なんとかパニタン行きのバスゲット。ただ席はなし。立ちです。立ち。はいパパ大丈夫。ということで無事パニタン機到着。トラブル発生。パニタン機はシアリク車乗って国境まで来たんですけど、なんか僕をネパール人と間違えたらしくて、出国の手続きをパスしていることが判明して今戻っている形です。ネパール人はいらないんですね、そういうのがね。なので今一人でとぼとぼ戻ってスタンプをしに行ってきます。ここがイミグレーション。これはちょっと見落とすのは確かに分かんない。じゃあここで出国手続きしてきます。さらばインドって形ですね。でもまたすぐ戻ってくるかもしれないんで、無事インド出国完了。ここからネパール入国してきます。もうこの度何回目の陸路国境かは分かんないですけれども、今回も陸路でなんかインド北東部の気の優しいインド人に囲まれていたところから一気にもうさっきからうさんくさい連中にも絡まれまくってる。もういいから一人で行かせてくれって言ってんだけど。ということでここがカカルビテのイミグレーションオフィス。ここでネパールの入国審査してきます。いや結構疲れたな。無事にネパール入国完了。ビザはね本来は15日で30ドルなんですけれども、ドル払いを拒否されて結局手持ちのインドルピーで払いました。今ここはドルの受け取りやってないそうです。じゃあちょっと今からカカルビテの市内の方に行ってきます。やっぱりインドネパールとの国境ということもあって一気にうさんくさい人が増えたんで、心してかからないとぼったくられそうな気がするんで、どうしようかな。うまくいけばここからもねカトマンズまでの夜行バスで行こうとは思うんですけど、ちょっと疲れてるんでね、その辺ちょっとバス停まで行ってチェックしてきます。でまずはネパールのお金ちょっと ATM 行って引き出してこよう。で SIM カードもねちょっと欲しいんですけれども、どうだろうな。時間があればここで買えばいいかなって感じですね。でもこの街なんか本当昔ながらの国境の街って感じ。なんかいい感じの国境の街。無事 ATM で現金も下ろした。ただネパール ATM の使用料が700ルピーもかかるんですね。約700円ぐらい。ちょっと高かったな。ちょっと今からバス停まで行ってカトマンズ行きのバスがどうなっているのか聞いてこようと思います。そこでも乗れるんだったらもう乗っちゃおうかな。ホテルはね結構たくさんあるんだけど、ただもう早いところカトマンズ着いてゆっくりしたいっていう思いがあるんで、行けたらもうカトマンズまで行っちゃおうかなと思います。
ここがカカルビッタのバスターミナル。結局もうカトマンズまで行くことにしました。 AC バス。いやいや、めっちゃバタバタ。これがそのバス。ということで晩ご飯、今のところ順調ということで、10時カトマンズ無事到着。いや疲れた。バスターミナルからタメルまで1キロちょっとあるんで、タクシーかなんか拾おうかなと思ったんですけど、なんかのんびりと歩いていこうかな。こういうの見るとネパール来たなって感じしますね。この電線ね。タメル地区到着。僕が以前よく泊まっていたホテル、まだ残ってるかどうかわかんないですけど、とりあえずそこをチェックしていきます。ここで1泊800ルピーです。ちゃんとこれちゃんとテラスもあって、トイレシャワーもついているということで、ここで僕は数日間のんびりと過ごします。今横になったらもうぐっすり眠れそうなんですけれども、その前にいくつかこなしておきたいことがあって、まずね、洗濯。ズボンとかがね、泥だらけになっているんで、それちょっとランドリーに出してきて、あとネパールで使える SIM カード、これもちょっと今からゲットしてこようと思います。なんかタメルにも知らない建物が続々とできてる。いや、なんかこの辺もカトマンズっぽくていいっすね。こういう壁とかね。というわけで無事 SIM カード完了。タメルにも都会的なビルが建ったりはしてるんですけれども、それでもやっぱり昔ながらの景色っていうのはまだ全然残ってますね。なんか来た前からじゃあ今からカトマンで一番美味しいものを食べてきます。ということで、キズナのカツ丼。ここ久しぶりに来たけど、なんか店が大きくなってる。以前はもっとこう中庭のところだけで出してた感じだけど。ということでカツ丼いただきます。やばい、死ぬほどうまい。ということで完食。もう間違いなく世界で一番美味しいカツ丼。もうここは毎日コースです。いやもうめちゃくちゃうまかった。最高。なんかちょっとさっきからまた咳が出始めたんで、ちょっと部屋戻ります。ということで洗濯物も回収。今日ちょっとまだ寝足りないんで、もう早く部屋戻って今日はゆっくり休みます。ということでカトマンズの朝、今泊まってるのはこのホテルレッドプラネットっていうところ。いやちょっとね、やってしまったと言いましょうか。朝起きたらちょっと熱っぽくて、ただ昨日ね10時間ぐらい寝たこともあってお腹が空いて朝起きたんで、ちょっと今から朝ごはん食べてきます。でなんか昨日この辺タメル歩いてたら、中国のね蘭州麺ね、蘭州料理のレストランとかっていうのを結構見たんで、蘭州麺でも食べてこようかなと思います。朝麺ね、朝麺ということで、朝麺めっちゃ美味しそう。いやめっちゃ美味しい。ということで完食ごちそうさんでした。めっちゃ美味しかった。ということで蘭州麺美味しかった。ただちょっと値段が高かったな。昔はもうちょっと安かった印象があるんだけど、1杯450だった。でちょっと部屋一旦戻って休みます。やっぱりちょっと風邪っぽい。今食べてたら汗が大量に出てきた。ということで今日はちょっとこんな感じでたまった動画編集やろうと思います。夕方前、ちょっとお腹空いたんで早いですけれども、晩ご飯昨日行ったところと同じところで日本食食べてこようと思います。日本食しか食べる気しない。行ってきます。ここということで、今晩は天丼めっちゃ美味しそうということで完食。ごちそうさん、めっちゃ美味しかった。明日からはしっかりと活動したいんで、今日も早めに帰って早く寝ます。カトマンズ朝からすごい雨ということで、今日もちょっと体調があまり良くない。今日カトマンズ3日目なんですけれどもね、ちょっとやっぱり
体調が全然良くない。今日朝起きてね、だいぶ良くなってるかなと思ってたんですけれど、昼からやっぱりまたちょっと熱が出てきて、なんだちょっとカトマンズについて緊張感が解けたのか、一気に体調が悪くなってしまった。いやということで、もうカトマンズね5日目とかなんですけれどもね、やっぱりちょっといまいちまだ体調が良くなくて、どうしようかな、このままこの街にいるのか、それとも移動するのかっていうことで今ちょっと悩んでるんですけど、頭が痛かったりね、鼻水が出てきたり、結構体調が不安定。今日も朝起きるとね結構ね体調いいんですけれども、そこから普通に観光し始めると結構ね汗がバーッと出てきて熱っぽくなったりするんですよね。おはようございます。いやようやく体調が戻ったと言いましょうか。ちょっとここのところ全然動画が撮れてなかったんですけれども、もうカトマンズに着いた段階から結構熱っぽくて、で3日目あたりからね熱もねかなり出てきて、咳もね止まらなくなってきたんですね。そんな感じで結構ね3日間くらい本格的に寝込んでいて、でそうするともうだいぶね体調が戻ってきたんで、ようやく活動再開かなという風な感じです。ただねもうカトマンズはねちょっともうあんまり痛くないかなっていう風な感じなんで、明日にもね出ようかなと思っていて、今日はちょっとそれまでにねできていない観光っていうのもやっていこうと思います。ということで、このフリークストリートエリアね、ここで行くところといえばカフェですよね。カフェ、ここでコーヒーとあとプリンねしばいてこようと思います。実はここにはね療養期間中にも何回か来てるんですけど、カトマンズに来たらねやっぱここは来ないことには始まらないんでね、今から行ってきます。もうすぐそこですね。ということでスノープリン、ということでスノーマンカフェでした。ということでこの部屋ね1週間ちょっと滞在していたんですけれども、結局ねもう本当このベッドでずっと寝ていたっていう風な感じで、ずっと療養していたっていうこともあって、最近熱も下がってね咳も出なくなったんで、ビザがもうあと数日しか残ってないんで、もう早いところねこのネパールを脱出しようということで、またちょっとインドに向けて出発しようと思います。ということでバスターミナル到着。ここから夜行バスに乗ってインドとの国境の方まで向かいます。いや今バスが出発が遅れてるんですけれども、そのタイミングで雷と雨降ってきた。ちょっと早く乗りたいな。ネパールのバスターミナルに結構カオス、文字がね読めないんでね、アルファベット表示があんまりないんで、結構行く場所のカウンターを探すのも大変。晩ご飯休憩。ネパールとインドとの国境スノーリボーダーまで到着しました。僕はここもね今から25年ぐらい前に通ってるんですけれども、全然記憶と違ってる。この辺もただの野っ原って感じでね、国境がどこにあるのかっていうのも怪しかったりだとか、あと当時はねもうバックパッカーがたくさんいたんですけど、もう全然旅行者もいない。でとりあえず今からちょっとネパール出国してきます。ここがボーダー、イミグレーションオフィスがここらしい。ちょっと分かりづらいけど、ここで出国手続きもう空いてるみたいなんでしてきます。ネパールの出国は速攻完了。もうあっという間だった。じゃあこのままインド入国してきます。もう今回何回目のインドでしょうね。何回も行ったり来たりしてますけれども、できれば今日中にバナラシまで行ってこようと思います。ここがインドですね。もうインドには入ってるはずなんですけれども、イミグレーションがね遠いんですよね。ここから800メートルも行かなきゃいけない。ちょっとめんどくさいな。800メートルって結構長いですからね。なんかイミグレーションこの辺にあるらしい。あそこようやく出てきた。結構歩いたな。やっぱりここはやっぱりヒンドゥー教の聖地のバナラシに近いっていうこともあって、巡礼バスがいっぱい出てる。めっちゃ人多くて時間かかったけど無事インド再入国終了。じゃあここからね
バナラシね、バナラシ、聖地バナラシまで行こうと思うんですけど、ここから果たして直通バスが出てるのかよくわかんないんでね、直通のバスが出てれば楽なんだけど、それをちょっと探して行ってきます。いや、なんか結構疲れがぐったりと出てきた。で、このスノーリはイミグレーションオフィスの隣がバスターミナルになってるみたいなんで、今8時過ぎなんで、うまくいくとね、日没前にバナラシつけるかなと思うんで、やっぱ今聞いたらこの時間帯はバナラシ行きないんだって。ちょっとゴラプルまで行くかな。ゴラプル？バスがいまいちなんで、ここから列車に乗ってバナラシ向かいます。今12時前なんですけれども、列車はね4時発って言われて、あと5時間待つのはちょっと無理だなっていうことで、やっぱりちょっとバスを探そうと思います。ここがバスターミナルということで、今から行ってきます。あるかな。ということで無事バナラシ行きのバスゲットということで、夜の8時にバナラシ到着。いや、もうクタクタでもどうしようかなと思ったんですけども、オートリクシャーでゴードリアチョーク近くまで行ってもらって、もうその辺で適当に宿を見つけて休もうと思います。もうクタクタだ。ゴードリアチョーク前、ガートまで行って宿を探すか、ちょっと今日は疲れてるからこの辺で宿取るか、ちょっと歩いて行けるところまで行ってみようということで、やはりバナラシは夜でもこんな感じで想像しい。このがっつりとした牛のうんこ見てるとバナラシ来たって感じがする。ちょっともう限界なので、もうこの辺で適当なゲストハウス入ります。もうダメだ。というわけで、見かけた宿入りました。トイレ付きで、ここでね600ルピー、もうこれ以上探す気にならなかったんで、ここで1泊もしくは2泊しようと思います。ということで、朝のバナラシ、いやもう朝起きてちょっと体調がやっぱりねあんま良くなくて、カトマンズにいる時から調子悪かったんですけど、ちょっと無理して移動したせいでまたちょっと頭痛くなってきて、今日ね本当は部屋移ろうかなと思ってたんですけど、ちょっと部屋移る気力もなかったんで、もうそのままもう一泊して、ちょっと今日一日ゆっくり休んどこうと思います。で、このベンガリートラ、ここちょっと歩きながら朝ごはん食べてきます。お金の両替もしたいんで、とりあえずメインロードまで来てみました。いやでもやっぱりちょっと体調良くないな。いやもうほんと最近体調がダメで結構しんどい。いや今バナラシで SIM カード買おうとしたら異常に高いんですよね、どこもね。なんでだろう。以前はデータもアンリミテッドで400ルピーとかで買えたんだけど、ここに来たらね1200とかって言われるんですよね。でしかもちゃんとした正規の店なんだけど、Wi-Fi でやっていければいいかなと、こんな感じですね。ということで、昼寝をしていたらもう夜になってしまった。サクッとご飯食べて部屋戻ってゆっくりとしようと思います。今まで泊まってた宿っていうのが窓もない部屋でね、憂鬱だったんで宿変わりました。で、ここ一応ガンガー沿い、こここんな感じでガンガーがすぐ見えるところ。ただガンガー沿いの宿はねどこも高くなっていて、ここもね1泊ね800でした。ただいいですよ、最後なんで。ということで、朝のガンジス川、ここのところ本当体調がねめっちゃ悪くて、咳もね今止まんないんで、全然観光らしい観光っていうのはできてないんですけど、ただバナラシ自体僕来るのも4回目とかなんで、これといってね見るものはね新しくはないんですよ。ただやっぱりこのガード沿いね、朝と夕方のガード沿いは雰囲気抜群なんでね、ちょっと本当体調が良くならないのがきついんですけど、ちょうど今から朝のねガード散歩していこうと思います。やっぱダメだわ。ちょっと1時間ぐらい散歩してみたんだけど、
咳と鼻水がもうちょっと止まんなくなって部屋戻ります。ということでちょっとあまりにも調子悪いんで韓国料理食べます。いやちょっと胸あんまり美味しくなかったっていうのもそうなんだけど、ちょっと食欲がなくて全部食べれなかった。結構この体調不良長いな。食欲がねなかなか出ないのがきつい。この辺がマニカルニカの裏側ですね。火葬場の裏側のところです。この辺の景色もねだいぶ変わってきてて、ということでバナラシラストナイト最後の夜はちょっと一杯やっとかなきゃいけないということで、このねゴードリアチョークのここに集まっているラッシー屋でバングラッシー決めてきます。ラッシーかね。バンライトメディアムストロング。ストロング。ブレスドストロング。ということでこれがバングラッシーベリーストロング、いただきます。ということで一気に飲みました。一応ねやっぱバナナしに来た以上はバングラッシー飲んどきゃいけないんで、飲みました。はい、バングラッシーとかっていうとみんななんか大層なもののように思うんですけど、そんな大したことないですからね、全然ね。もうねあとは明日このバナナ市を出発してニューデリーに行って、日本に帰るだけなんでね、長かった半年の旅もそろそろ終わりということです。また個人的にはね世界情勢が落ち着いたらねインドより西には行ってみたいなと思っているんですけれど、今ねこういう状況では難しいんで一旦日本に帰るということでね、できればね最後までよろしくお願いします。ということでおはようございます。バナナ市最後の朝、せっかくなんで朝最後なんでねちょっとボート乗ってみようかな。まだ日の出はしてないんですけれども、うっすらと明るくなってきてるって感じですね。この時間帯から皆さんも沐浴活動開始です。でも暑い時期っていうこともあってもうみんな野宿しまくり鴨川の河川敷みたいな感じでみんな結構寝てますね。あとは今日夜行でニューデリーの方に行って飛行機乗って帰るだけなんで、いやもうほんと旅が終わってしまう。マジで嫌だやっぱりね日本帰国っていう風になるといろいろと帰国後に向けた日本とのねやり取りみたいなのがいろいろあってね、それで結構ね時間取られるんでね、もう気分的にはもう旅は終わってる感じなんですけど、本当に名残惜しいな。ボート乗ろうかなと思ったんですけれども、思ったよりも高かったからなんかやっぱり歩いてる方が楽しいな。であっち向こうの方にね囲いが見えると思うんですけれども、向こう側が火葬場ですね。大きな火葬場。もうただこの辺の景色っていうのがね結構ガラッと変わっていてね、昔あった建物とかっていうのは結構なくなってるんでね、一旦戻ってやっぱりボート乗ってこようかな。ここでちょっと手漕ぎボート乗ります。1時間400、300まで下がらないかなと思ったんですけど下がらなかった。ということで手漕ぎボートは気持ちがいい。乗り合いボードとかはね100とかで乗れるんですけどね。
ボートツアー終了。朝7時過ぎるとだいぶ暑くなります。もう朝のね9時ぐらいにはね40度ぐらいになっちゃうんですよね。なので部屋戻って、今日はチェックアウトなんでパッキングして、で夜行バスに備えようと思います。お世話になったバナナシの宿、今からチェックアウトします。ここね、ちゃんとベランダもあってガンガンを見えるいい宿でした。はい、ということでもう本当旅が終わります。じゃあ今からニューデリーに向かいます。でちょっと毎朝チャイ飲んでたチャイ屋とかにも挨拶しに行ってこよう。でさ、バイ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 、またねバイバイ。泊まったのはこの宿ね、ここリーラゲストハウスっていうところ。いやでもなんか本当もう旅終わるわ。なんかめっちゃ名残惜しい。ということでバスゲット。ということで朝8時過ぎ、このカシミール門あたりに到着。いやもう朝から暑い。でここから地下鉄ですね、メトロに乗って安宿街のあるパハールガンジメインバザールあたりまで行ってこようと思います。ニューデリーのメインバザール到着。ニューデリーのメインバザール、別名パハールガンジっていうのはニューデリーの駅からね伸びている道なんですけれども、今ついている場所はねニューデリーの駅側の逆側ですね。逆側の方まで地下鉄で来たんで、ここから歩きながらこの道沿いに、この付近にね宿固まってるんで、この辺でちょっと安い宿見つけて、くたくたなんで早く休みたいということで、このカイラシゲストハウスっていうところに泊まりました。1泊700で、本当はこの旅の動画っていうのはこの旅の最中に全部仕上げてしまいたかったんですけど、ここのところ映像編集するような心の余裕っていうのがもうほとんどなくてね、やっぱりもうあさってには帰国するっていうこともあって、結構やっぱ日本とのねやり取りで時間使われちゃうんでね、もうとりあえずもこの旅行中はもう動画編集はちょっと諦めようかなと思っていて、やっぱり1時2時になるともうちょっと尋常じゃない暑さ、頭がぼーっとしてくるような暑さですね。ちょっと部屋戻って休もうということで、約半年にも及んだこの長い旅、明日出国です。ということで今から飛行機